ざいます。今私はバスタ新宿に来てるんですけど、これから、南房総の方に向かっていきます。改めましておはようございます。釣れない釣りログのあきです。まだ眠たい目をこすりながら南房総へ向かうバスに乗り込んで、少し暖かくなってきた海を目指します。立山駅に到着しました。立山駅に着いたんですけど、なんと餌で使おうと思ってたエビとかを持ってくるのを忘れるっていうまさかの事態で、ちょっと今駅から歩いて急いで釣り具屋さんの方に向かってます。ギリギリなんで急ぎます。本日は母を連れて1泊2日の釣り旅行。ホテルのシャトルバスの時間が迫る中、ダッシュで急遽釣り具屋さんに向かいます。忘れてしまった釣り餌もしっかりゲットして、ルンルンでバスのお迎えを待つ私たち。しかしシャトルバスをずっと待ってたんですけど、全然来なくて、あれ忘れられてると思ってホテルの方に電話をしたら、バスの予約だけが漏れてしまってたっていう風に、ご連絡があって、自分は急遽タクシーで宿の方に向かいます。旅にハプニングはつきもの。こんなことはよくある。台数の少ないタクシーにどうにか乗り込んで、海沿いを走ったらようやく目的地に到着です。お腹ペコペコ。お気に入りのローカルスーパーおどやに寄り道。美味しそうな海鮮やお寿司、ちょっと気になるピーナッツパウダーを購入したりして、まずは腹ごしらえ。食べ終わったら早速釣り場を散策します。初めてやってきた海、一体どんな出会いがあるのでしょう。それでは早速やっていきます。まあまあ重い思いをして持ってきたコマセ、まずはちょっと巻いてみます。母は浮き釣りをするというので、私は例によって海底調査からとりあえずやってみます。絶妙に静かそうな時間帯の海なので、ホテルのチェックインまでのんびり竿を出して初めての海を調査中。変な重さを感じる竿、全然引かない怪しい何か。
海藻以外に連れてくれるのは毎回海の中はどうやら昼休みモードなので、私たちも一度ホテルに戻り休憩することに。これから夕間詰めの海に行ってきたいと思います。オレンジがかる太陽の空の下、気合を入れて海に舞い戻ってきました。まずは最近お気に入りのトリックサビキ仕掛けを準備。いや、これはね、釣れる気がする。一針ずつ丁寧にエビ餌をつけたら、コマセカゴにコマセを入れて、夕間詰めの海にいざ挑みます。静かで穏やかな空気の流れる夕方の漁港でも感じる、海の中には何かがうごめいているような。堤防の上にいてもわかる、絶対に何かがいると。期待を胸に仕掛けを沈めていきます。コマセがしっかり出るように誘いを入れて、その何かを待ってみます。すると何かが釣れてくれました。かわいい小サバが釣れてくれました。寒い冬が終わり、海水もいよいよ暖かくなってきて、小サバたちに出会うことができると、いよいよ何かが始まるような、そんな不思議な気持ちになったり。海の中で垂らした仕掛けにぶつかるサバたち、そのわずかな感覚で一体どのくらいの群れが来ているんだろうと想像するだけでワクワクしちゃいます。こまめに餌をつけて何度も海に垂らしていきます。するとまたさらに釣れてくれました。しかしここで何かに気がつく私。今釣れたお魚を改めてじっくり見てみると、群れにはどうやらイワシも混じっている様子。イワシ好きな私としてはこれは朗報と、さらに気合が入ります。一体どっちだ？もうどっちでも嬉しい。とにかく今はこの貴重な時間を楽しんでいきます。太陽がほとんど沈んでくる頃、あんなに当たりのあった群れが過ぎ去って、突如として静かになる海。あんなにいっぱいいたのにキーバータイムは30分もなかった。ずっとは続かない入れ食いタイム。その後は何をしても当たりがなくなり、今日の釣りは終わりを告げます。
連れてくれたマイワシは簡単に手開きして、せっかくなので新鮮なうちに食べてみることに。2時間前まで泳いでたからさ、どんなイワシよりもやっぱり新鮮だよ。釣り旅だからこそ楽しめる晩酌の時間。楽しい夜は更けていきます。おはようございます。また阿蘇の海にやってきました。阿蘇まずめの海でまず挑戦するのはエギングから。奇跡を起こすにはとにかく投げないととめげずにチャレンジしていきます。しかし甘くないのがエギング。今日の海にイカはいなかったようです。イカどころかあんなに昨日湧いていたサバたちも今日は不在の様子。入れ食いだったあの日は夢だったのか。サビキにもウキにも反応がない今日。コマセをまいてなんとか小さな群れを呼び寄せて、どうにか数匹釣り上げることができました。連れてくれた小サバたちは昨日の子も合わせてお持ち帰りしたいと思います。帰る時間まで港を散策していたら面白そうなものを発見。海の中が覗ける遊覧船で束の間の船旅へ。海から見る景色もいいけど私の目的はこの子。船は少し沖へ進み、島公園名物ハート岩を拝みます。それでは東京の方に帰って連れてくれたサバたちをお料理したいと思います。南房総の海で釣れてくれたサバたちをお料理していきたいと思います。全員お腹を開いて背骨を取っていきます。さばけたサバたちは塩コショウをして片栗粉を振っていきます。あとは油でカラッと揚げていきます。人参と玉ねぎは細かく切っておきます。おどやで購入してきたピーナッツパウダーをせっかくなのでサバとフュージョン。オリーブオイルとお酢、塩コショウを入れてお砂糖とお醤油を適当に入れたら味を調節しながらドレッシングを作ります。せっかくなので2種類のドレッシングを作ってみることに。
スイートチリソースにフレッシュレモンを絞って、お醤油やオリーブオイルで味を調節したら、パクチーを散らして、こちらのドレッシングも完成です。カリッと揚げた小サバは今日は新鮮なお野菜にのせてサラダ風に。パクチーの入ったエスニック風ドレッシングとビネガーの効いたピーナッツドレッシングをかけたら、今日のお料理の完成です。何かに使えるかなと気になって購入したピーナッツパウダーを使って、釣れた小サバにぴったりなボリュームのある一品に。さっぱりとお酢の効いたドレッシング、パクチーの風味豊かなこちらも相性抜群。カリッと揚がった小サバたちの食感も楽しく、ついついビールが進みます。連れてくれた命に感謝して乾杯させていただきます。今日の動画も最後まで見ていただきありがとうございました。ついにやってきた小さな彼らの群れに会えて大喜びの兆候となりました。最近釣りに行けた方も、忙しくて行けていないという方も、動画を通して賑やかになってきた海を感じてもらえたら嬉しいです。次はどこへ行こうか。それではまた次の動画でお会いしましょう。釣れない釣りログ、あき。とか来たら最高だよね。来た。来てるじゃん。